世界のジャパンチャンネルへようこそ。安く買えたと喜んでいたのに、すぐに壊れて買い替える羽目になった。皆さんにはそんな経験がありますか？今回はフィリピンが安堵した日本の技術に関する話題をご紹介します。日々私たちがお世話になっている日本の鉄道は海外でも活躍していて、その安全性や信頼性は様々な国で高い評価を受けています。その信頼性を支えているのが、車両や線路を点検修理するメンテナンスが日本ではしっかりと行われていることです。これをせずに故障を起こすなど考えられない話ですが、海外で製造・運用されている鉄道では珍しい話ではありません。海外の鉄道の一つ、フィリピンの首都マニラで運営されているマニラメトロレールトランジットシステム、通称 MRT は、ノースアベニュー駅からタフトアベニュー駅間の全長 16.8km、13の駅を持つ路線です。経済の発展とともに首都圏で交通機関を使う人が急激に増えたフィリピンで、混雑を緩和するため1999年に開業しました。現在では1日の乗降客数60万人と首都マニラでの生活に欠かせない交通インフラになっています。そんな MRT が建設計画中であった1995年、フィリピン運輸省は民間事業者に公共鉄道の建設維持管理運営を任せる方式で鉄道を建設することを決定。現地企業だけではなく、日本からも三菱重工業と住友商事が建設・鉄道完成後のメンテナンス業務を請け負いました。この公共鉄道建設計画にフィリピンの現地企業だけでなく、日本の企業にも声がかかったのは、日本の鉄道技術が世界でも群を抜いているということが大きな要因と言われています。鉄道車両や鉄道運用に必須である質の高い日本の技術は世界中に輸出されており、54カ国以上の国と地域で活躍。トラブル知らずで現地の人からの信頼も厚いのです。もちろんマニラの MRT も日本企業とメンテナンス契約していた12年間は一切トラブルが起こることもなく、安心して使える鉄道としてフィリピン国内から絶大な支持を得ていました。しかし契約が切れる2012年、フィリピン運輸省は日本企業とのメンテナンス業務契約を更新せず、コストを抑えるためメンテナンス業務を低価格で請け負ってくれる韓国の企業に乗り換えることを決定。またこの頃、1日40万人の利用者を獲得し、マニラで運行されている鉄道路線の中で最も乗降客数の多い路線となっていました。しかし、多くの利用客を獲得した結果、車両の数が足りずに鉄道車両を製造・購入することになるわけですが、フィリピン政府はコスト面を優先し、こちらも日本ではなく中国に48両を発注。新規車両を導入した後は MRT の輸送力が最大 67% アップし、運転間隔も大幅に短縮される予定でした。しかし、本来なら中国で行われたはずの試験走行を行っておらず、マニラに到着してから設計上の重量を3トンもオーバーしていることや、半分以上の車両に運行上必要な安全装置が搭載されていないという危険なミスが発覚。それらに加えて、車両の点検や故障への対応をするメンテナンス業務を日本から韓国に乗り換えた結果、1年間で586回もの故障や脱線のトラブルが発生しました。一時は契約解除も検討されましたが、さらにコストもかかり、車両不足は解決されないため、車両返却は行わないことに。その後もメンテナンスの改善はなく、
73台ある車両のうち実動できる列車は3両編成で1日15本のみで、中国から購入した欠陥だらけの48台の車両はドイツの専門家に再検査を依頼する始末。駅には長蛇の列ができ、バスの利用が呼びかけられるなど本末転倒な状態になりました。結局、フィリピン政府は韓国企業とのメンテナンス契約を打ち切り、2019年、再度日本企業にメンテナンス契約を申し入れます。そして、日本企業との契約から1年以上が経過した2020年10月、日本が行ったメンテナンスによって、ようやく交通インフラとして稼働させ、フィリピンの人々に安心をもたらしたのです。この一連の騒動について、現地フィリピンの人々からは歓喜の声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。最高のパートナーを選んでくれて嬉しい。日本が担当してくれれば、もう問題は起きないはずよね。ようやく MRT に本当の変化が起きる時が来た。住友さん、お帰りなさい。日本に任せるなら、俺たちは何の文句もない。もう日本以外の国には任せないでくれよな。1週間でまた故障するからさ。日本の技術なら絶対に MRT を最高に良いものにしてくれるわ。問題は私たちがちゃんと運営できるかってことだけよ。フィリピンの防衛に力を貸してくれて、フィリピン国民と国家に敬意を払ってくれる日本をなぜ裏切ったりしたんだ。こんなことなら最初から日本に頼んでおけばよかったのに、なんで中国や韓国みたいな評判の悪いところにお願いしたのさ。日本人の心の広さに救われたわ。結局日本に頼る羽目になったね。国民はみんなそうなるだろうと思ってたわ。安さを優先させた結果がこれ。日本製と比べて壊れやすいのは私みたいな素人でも知っているのに。まあ、日本製のようにはいかないとは思ってたけど、僕は最初から日本製にするべきだって訴えていたけどね。中国に反して日本に助けを求めるだって？いいじゃん。それ以上のアイディアは地球上に存在しない。問題なく地下鉄を利用できてた日々が懐かしいよ。地下鉄は再生じゃなくてゼロからまた作り直してほしい。日本に頼むと金がかかるけど、質はいいし利子も安いじゃん。中国に頼むと安いけど質が悪い上に利子が高い。しかもフィリピン人に仕事をよこさない。どちらがいいかは明白だ。中国製が安いのは単に人件費が安いだけで企業努力とかじゃないんだよ。技術的に問題があるし耐久性もない。中国ができるのは組み立てくらいじゃない？日本やヨーロッパからエキスパートを招聘して一から作り直すくらいの姿勢じゃないと厳しいんじゃないかな。日本だと利子が 0.1%、中国は 3%。金銭的な面を見ても中国は選ぶべきじゃなかっただろう。もう中国製は勘弁だ。一体どれだけの客が迷惑していると思ってるんだ。これで政府も日本製をみんなが支持する理由が分かったでしょ？日本に任せておけば後から無駄なコストが発生することもなかったのにね。鉄道車両を買うなら絶対日本。無理ならせめてドイツかイギリスにしてくれ。どうして前政権は中国製を選んだのだろう。お金を無駄にしてみたかったのかな。技術や信頼性で上回る日本を差し置いて中国を選んだのは
結局のところコストカットできるからだったんだよな。俺たちの税金で作られているのに、政治家は自分たちの利益しか考えない。私たちはいつになったら中国製のクオリティについて学ぶんだろう。こんな大事になる前に理解しておくべきだったんだよ。日本には本当に申し訳ないことをしたと思う。中国の製品が良くないということは前から知っていたけど、韓国の技術力の低さにはびっくりしたね。やっぱりメイドインジャパンを超えるものは今のところないんだな。ほんとそれ。韓国って何かと日本より自分らの方が鉄道技術は上だって強気な発言してるよね。中国もそうだけど、やたら自分とこの技術自慢して他国を見下す発言する国に限って大した技術力はないんだってよくわかったな。日本の技術力はやっぱり確かだ。鉄道は国内のみんなにとって重要なものなんだから、信頼できるところにお願いしようよ。裏切る形になったのに、日本は本当に優しい。引き受けてもらえてよかった。どの面下げてまたお願いしますって言ったんだろうか。もし断られていたらフィリピン政府はどうするつもりだったんだ？政府にはもう二度と日本を裏切るようなことはしないでほしいよ。フィリピン政府の無能さを晒してしまった。以上が海外の人々の反応でした。一度は裏切ってしまった日本がまた参入することへの感謝と、中国や韓国との契約を打ち切ることへの安堵の声が多く見られましたね。フィリピン政府に泣きつかれ、日本の企業が行った車両や設備一式の大規模なリハビリ工事は2022年3月にすべて完了。3月22日には観光記念式典が開催され、大統領や運輸大臣といったフィリピン政府関係者をはじめ、日本大使館や三菱重工業、住友商事などの関係者らが列席しました。大統領からは MRT の運行速度、待ち時間、稼働車両数が改善され、より良いサービスを提供できるようになったことに対し、感謝の言葉が述べられたそうです。他国には真似のできない日本ならではの技術力の高さや納期を厳守する誠実さ。これからも決して安売りすることはせず、質の高いインフラを海外に届けていきたいですね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションはエリがお送りいたしました。